皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今世界中で個人の銀行口座預金を狙った携帯電話乗っ取り被害が急増中ということをご存知でしょうか。その手口を SIM スワップと言ったり SIM ハイジャック、SIM 分割とも呼ばれています。SIM とは携帯電話に挿入されている画像のようなチップで、スワップというのは交換、取り替えということなので大体どんな犯罪か想像できますね。今回の情報の恐ろしさは、あなたには全く落ち度がなくても狙われるということにあると思います。この犯罪では世界中で被害が出ており、FBI が警告を出しています。この被害者になると、あなたの銀行口座から預金が引き出されるだけでなく、クレジットカードの乱用などとんでもないことになります。その国際的犯罪集団が日本に上陸ということでこの動画を作成いたしました。今回の動画を最後まで見ることで、1、SIM スワップ犯罪の概要がわかる。2、どのような経緯で被害に遭うのか。3、すぐにでもできる3つの対策を理解することができます。今回の動画で扱う SIM スワップという犯罪は、改めて携帯電話の重要性を再認識させられる内容となっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、この SIM スワップという犯罪はインターネットに詳しい人もそうでない人も被害に遭っているそうです。ご多分に漏れず人間の固定観念とうっかりミスによって引き起こされている犯罪でもありますが、今回の犯罪はセキュリティの盲点をついた犯罪だけになすすべなしという感じです。オレオレ詐欺のように冷静に考えればわかることも、何か焦っていたり焦らされてしまっていることで術中にはまるということは鉄板として、今回の犯罪は我々がいかに IT 知識を持っていたとしてもどうしようもないという面もあり、非常に厄介だと言われています。巷でよく言われているのは、財布より携帯電話の方が落としたら大変というものです。全くその通りで、携帯電話はもはや電話ではなくパソコンです。価格もパソコン以上になっておりますが、機能面を見ても安物ノートパソコンよりはるかに高性能だと思います。スペックの低いパソコンでは動画編集など絶対できませんが、携帯電話では難なくこなすことができていますから驚きです。まず、この SIM スワップ犯罪によって引き起こされている被害にはどういったものがあるのでしょうか。被害はあらゆることが考えられますが、代表的なものをピックアップしてみましょう。携帯電話の SIM を乗っ取られていることにより、1、インターネットバンキングを使用していた人は銀行預金のほぼ全て盗まれます。2、SNS を使ってあなたの知人に対して個人攻撃を仕掛けられ人間関係はズタズタになります。3、銀行ローンなどの引き落としができないことにより信用を破壊されます。こうやって一部を挙げてみるだけでも身の毛がよだつ被害内容ばかりですよね。携帯電話が乗っ取られているわけですから、あなたが普段携帯電話で行っていたことのほとんどを悪意を持った犯罪者がご迷惑なことをすることができるわけで、この犯罪の被害に遭ったら尋常ではない被害が想定されます。なんといっても携帯電話を乗っ取られている以上、第三者からすると被害者のあなたが偽物だと判断されるので本当に厄介だと思います。銀行などの各機関へ被害の状況を説明したり、被害届を提出したりしている間に犯罪者は好き放題できるわけですからね。こういった携帯電話の仕組みについてわからない方のために、SIM とは何かを簡単に説明しておきますと、SIM の形状は多少の違いはありますが、画像のようなものが携帯電話の側面に挿入されています。そして SIM カードの呼び名もキャリアによって違っておりますが、日本語に訳すと加入者識別カードと呼ばれています。日本語で表現すると奪われたら危険であることが認識できますね。SIM カードには契約情報が記録されており、SIM カードを端末に装着することで、電話回線を使用した音声通話、データ通信、SMS、ショートメッセージサービスが使用できるようになります。つまり、あなたの携帯電話というのは携帯電話そのものではなくて SIM カードということになります。その証拠にあなたの SIM カードを友達の携帯電話に挿入するとあなたの携帯電話として使えます。ちょっとしたカルチャーショックではないでしょうか。海外旅行に行ったことがある人なら、現地の電話会社の SIM を購入し自分の携帯に挿入することで現地での電話番号が付与され通信ができることは経験済みだと思います。以上のように SIM カードの存在はあなたの携帯電話そのものと言っても良いので、SIM スワップの被害に遭った場合、犯罪者はあなたの携帯番号を使って様々なアプリをダウンロードし、
ログインして悪さし放題となるわけですから、本当に恐ろしいことなのです。では、どのような経緯でそのようになってしまうのでしょうか。まず犯罪者の目指すゴールは、あなたの SIM カードを無効にし、犯罪者が準備した SIM カードを再発行手続きによって有効にすることです。これができてしまえば、まるであなたが新しい携帯電話機を購入し、いろいろなアプリをダウンロードしたりすることと同じことができてしまうわけです。そんなことが可能なのでしょうか。結論は可能なのです。まず、犯罪者は、1、あなたの Facebook やブログなどから個人情報を集めます。集め方としては、個人情報を売買している怪しいサイトがありますので、それらも利用されます。よく中国製アプリは危険だというのはそういう意味もあるのです。2、あなたが契約している通信会社に電話して、犯罪者が準備した SIM カードに情報を移すようお願いをします。もちろん、この際通信会社のカスタマーは個人を特定するためにいろいろと質問をすることになりますが、あらかじめ集めたあなたの誕生日や住所、携帯番号などを使って言ってみればカスタマーを騙すことをします。また別のやり方もあります。3、それはあなたの個人情報をもとに偽造運転免許証などを作成し、携帯ショップの窓口に行って携帯電話の紛失届を提出し、SIM カードの再発行手続きをするというやり方です。これは犯罪者にとってかなりリスクが高い方法となります。防犯カメラに顔がしっかり映っているからです。そこで捕まってもいい人を送り込むという方法を使います。高額アルバイト募集に集まった人を使うのです。視聴者様の中で年頃の子供さんがいる方は、高額アルバイトという罠にかかって犯罪者の一味とならないよう、この動画のシェアをした方が良いと思います。募集の段階ではまさか犯罪の手助けなどということはわかるはずもなく、例えば SIM カードの移行手続き補助なんて書いてあったら応募してしまうかもしれません。その後は分かりませんが、手を引こうとしても脅迫、恫喝などされてすっかり仲間にされていくことになると思います。この方法はダメ元で行い、うまくいけば儲けものということです。たったこれだけであなたの携帯電話、厳密に言うと SIM カードは複製されてしまい、あなたの SIM カードは無効となり電話も一切できなくなります。本当に恐ろしいことですよね。一連の動きにあなたは全く知る由もなく、犯罪者が目的を実行した時には携帯電話の通信もできなくなりパニックになるというわけです。ちなみにあなたをターゲットに選ばれる経緯としては、フィッシングメールから偽銀行サイトへ誘導し、ID とパスワードを入力させられ送信してしまったことがあります。別の言い方をするとフィッシングメールに引っかかった人が狙われるというわけです。これらのフィッシングメールについては、総務省も現状を重く見ており、対策のレポートも出されています。フィッシングメールは2019年から急に増えており、それとともに被害者件数もかなり多くなってきているようです。この傾向は世界中で起きているので、組織的な犯罪であることは間違いありません。しかしインターネットバンキングなどセキュリティを高くしなければならないサービスを利用する際に、2段階認証というものを利用していると思います。どういうことかと言いますと、例えばインターネットバンキングに ID とパスワードを入力して実行したときに、携帯電話の SMS メールに送られてくるワンタイムパスワードを入力しないとログインできないという仕組みです。私などは2段階認証を初めて知った時に感動したのを覚えています。これなら仮に ID とパスワードがハッキングされても、ワンタイムパスワードがなければ犯罪者は何もできないということで素晴らしいシステムだと思ったのです。ところが今回の SIM スワップは、そうです。SIM カードが再発行されているので全くセキュリティの効果がないということになります。では、被害に遭わないための方法を3つ紹介します。1、個人情報の取り扱いに気をつける。サイバー犯罪者が SIM カードを複製するためには、個人情報が必要です。そのため、アクセスするウェブサイトについて注意深くなることが重要です。そのサイトが公式であり、SSL による暗号化された接続であるなど、様々なセキュリティ対策が施されているかよく確認する必要があります。有効なセキュリティ証明書があることを示す南京錠マークがアドレスバーに表示されているか、URL が https:// で始まっているかにも注意してください。もしも S の部分が含まれていなければ、危険なページである可能性があります。2、フィッシングに注意する。フィッシング攻撃の兆候を知り、攻撃者によるあなたの個人情報へのアクセスを防ぐことが重要です。送信者名に覚えがあっても、文章にスペルミスや文法ミスなどが含まれるメールやテキストメッセージは警戒してください。ドメイン名にも細心の注意を払い、
偽物でないことを確認してください。怪しいリンクや添付ファイルも同様です。ここで挙げた細部にわたる特徴は、多くの場合フィッシング攻撃を示すサインです。ドメインというのは、インターネットで企業のホームページにアクセスするときに URL というものを入力、またはリンクをクリックしていると思います。これが企業が登録しているインターネット上の住所みたいなもので、固有のものとなっています。ところが、なりすましメールやフィッシングメールは、ドメインが全然違うものであったり、一文字だけ紛らしい文字を使用していたりと、勘違いさせるよう準備して送信してきています。3. 通信が途絶えていないかを確認する。SIM カードの複製に気づく簡単で確実な方法は、携帯電話の通信が途絶えていないかどうか確認することです。複製の SIM カードが使用されると、あなたの携帯の SIM カードはモバイルネットワークにアクセスできず、電話やメールの受発信ができなくなります。このような場合は直ちに関係、捜査当局や携帯電話会社に連絡し、SIM カードの無効化とデータ回復の手続きを取る必要があります。そして、2段階認証の方法を変えることもかなり有効的だと思います。今まで説明してきた通り、ワンタイムパスワードを SMS メールで送る方法にしていたら全く効力がありません。ですから認証アプリやハードウェアトークンといった認証方法も検討すべきだと思います。厄介なのは、自分が気をつけていてもあなたになりすました犯罪者が携帯ショップで SIM カードの変更手続きをするパターンです。こればかりはなすすべなしですね。携帯ショップには本人確認の方法を改善してもらうなどの対策を講じてもらうしかありません。いかがだったでしょうか。こういったインターネットを利用するサービスが増えれば増えるほど被害者の数はどんどん増えていくことになるでしょう。アメリカをはじめとした先進諸国が中国製の携帯電話や中国製アプリの使用を禁止しているのはこういった犯罪の温床になっているからなのです。携帯電話を調べたところで不審なところがなくても、その携帯電話やアプリのアップデートで情報を抜き取るプログラムが仕込まれていたらどうしようもありません。日本の市場には中国製携帯電話が普通に出回っています。特に安いということもあってか若い子たちが使用しているのを見かけますが、国がしっかりと対策して販売を規制するなどしていかないとどんどん被害者が続出することになると思います。国益を考えて政治を行ってほしいものです。世界中で個人情報の取り扱いについて企業は敏感になっていますし、個人でも神経を使っている方が多くはなっていますが、もしかしたら的外れなところにエネルギーを使っているのかもしれません。なぜ日本の企業による SNS の会社がないのでしょうか。これも何か闇深い事情、または意図があってのことでしょうか。世の中の構造が何も知らない人が食い物にされていく、または搾取されていくようになっているというおかしな世の中ですが、そういった問題を一人でも多く知ることができれば犯罪者も活動しにくくなると思います。今回は触れませんでしたが、モザンビークでは SIM スワップの被害が限りなくゼロに近くなってきたそうです。これは国と企業が取り組み、新たな認証システムを構築したからということです。すごい専門的な取り組みですので詳細説明は割愛しました。やればできるんですよね。今回の動画作成を通じてつくづく、今だけ、金だけ、自分だけと言い表されているように嫌な世の中になってきたと思いました。私も携帯電話の SMS メッセージを利用した2段階認証を実行しているので対策しようと思いました。これからも自分や家族の安全を守るために必要な情報、日本人として生まれてよかったと感じられる情報を発信していきたいと思います。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。